一番大切なことは欲しいんです。3つの薬の共通点は、ステロイドは部位によって薬の吸収率が異なるので、部位ごとに必要があります。皆さんこんにちは。皮膚科医の玉木ゆきです。今日お話しする内容は、アトピー性皮膚炎のステロイド以外の塗り薬について、プロトピック軟膏、コレクチム軟膏、モイゼルト軟膏、この3つの薬の共通点について皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、アトピーの治療について詳しくなれると思います。このチャンネルはニキビなど様々な皮膚トラブルでお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木ゆきがお送りします。アトピー性皮膚炎の治療薬で最も有名なものはやはりステロイドですよね。とっても効果が高いですし、60年以上の歴史もあるので良い薬なのですが、顔に長期間使ってしまうと皮膚が薄くなっちゃったり赤くなる、あと血管が拡張するなどの副作用が見られることがあります。でも実はステロイド以外の塗り薬もあるので、今日は他の塗り薬についても徹底的に解説してみたいと思います。1999年プロトピック軟膏が登場して以降、しばらく塗り薬で新しいものが出ていなかったんですが、2020年、約20年ぶりにアトピー性皮膚炎の新薬としてコレクチム軟膏が登場し、2022年にはモイゼルト軟膏がさらに登場しました。ステロイドとは異なる作用基準でアトピー性皮膚炎の炎症を抑える塗り薬です。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。プロトピック軟膏はステロイドではない塗り薬です。体の過剰な免疫反応を抑えて、かゆみや炎症を抑えます。プロトピックの成分の粒が結構大きいので、皮膚炎のあるような状態が悪い病気のところからは吸収されますが、正常な皮膚からはほとんど吸収されません。なので、効くべきところには効いて、良くなったところとか、もともと正常な皮膚には吸収されないという塗りすぎの心配のいらない薬と言えます。ただ、分子量が大きいので、顔や首の皮膚が薄いところは効果が出やすいですが、体のように皮膚が分厚いところは少し効果が出にくいです。プロトピック軟膏は長い間使っても皮膚が薄くなったりするといった副作用が起きないので、とってもいい薬ですが、残念ながら使い始めるとヒリヒリしたり、ほてったり、痒くなったりとか、刺激を感じることがあります。そうすると、症状が悪くなっちゃったと思ってしまわれる方がいます。使い始めた時のこの刺激は、ほとんどの方が感じるものなのですが、1週間くらい塗り続けていただくと、この副作用はほとんど感じなくなってきます。どうして刺激を感じるのかっていうと、プロトピック軟膏の有効成分のタクロリムスが皮膚から吸収されると、視覚神経に働きかけて刺激やかゆみの元となる物質が大量に出ます。だからヒリヒリ感じます。でも塗り続けていると視覚神経が慣れてきて反応しなくなりますのでご安心ください。あとはジュクジュクした皮膚にプロトピック軟膏をつけると刺激を感じやすいので、そういうところはまずはステロイドを使って少し皮膚の状態を良くしてから使うことが多いです。あとはお風呂上がりの体がほてった状態でつけるとより刺激を感じやすいので、入浴後のほてりが取れてから塗るようにしてください。大人の方で大人用でヒリヒリ感が強い方は子供用を処方することもあります。あと刺激が強い時はもう先に保湿クリームで肌を保護してから塗ると刺激を感じにくいです。初めて使う時はいきなり広い範囲に塗ると刺激を感じやすいので、初めは狭い範囲から試してみてください。で、一番大切なことは、自分ではもう良くなったかなと思ってもうすぐに塗るのをやめないでほしいんです。すぐに塗るのをやめてしまうと、炎症の火種がくすぶっていて、またぶり返してしまうかもしれません。あと、濃度が 0.03% と 0.1% があって、2歳から15歳の方は 0.03%、16歳以上の方は
どちらの軟膏も使用できますが、プロトピックの概要薬は1回に塗る量の上限が決められています。大人の場合は 0.1% を1日に1、2回、1回 5g までなので、1回に使う量は1本までとなっています。お子さんの場合は 0.03% の小児用を1日1回から2回、1回 5g まで、年齢によって減量となっています。コレクチム軟膏もプロトピックと同様、ステロイドではない薬です。世界初の外用JAK阻害薬と言われていて、2020年から処方可能となり、ヤヌスキナーゼという酵素を阻害することによって、アトピー性皮膚炎に関連する様々なサイトカインを阻害します。プロトピック軟膏で見られる皮膚の刺激感がなくて、使いやすい薬です。コレクチム軟膏は 0.25% と 0.5% がありますが、どちらも6ヶ月以上の方は使うことができます。モイゼルトとプロトピックは2歳以上しか使えないので、ステロイドから切り替えることができる一番小さい時期から使える薬がコレクチムです。プロトピックと同様に1回の使用量は 5g までとなっています。2022年と一番新しく登場したモイゼルト軟膏はホスフォジエステラーゼ法阻害薬です。こちらもステロイドではありません。アトピー性皮膚炎はサイトカインやケモカインといった物質が関与しているのですが、モイゼルト軟膏はこの物質を抑制することで皮膚の炎症やかゆみを抑えて皮膚炎を治します。副作用としてはステロイドで見られる長期使用による血管拡張とか皮膚が薄くなるということもありませんし、タクロニムス軟膏のように使い始めのヒリヒリ感もありません。ただ、アトピー性皮膚炎を治す薬は免疫細胞の過剰な活性を抑えることで効果が出るので、稀にニキビ、ヘルペス、飛び火などの皮膚の表面の感染症を起こすことがあります。モイゼルト軟膏は 0.3% と 1% があり、2歳以上から使えますが、15歳以上の方は濃度の濃い 1% しか使えませんのでご注意ください。モイゼルトはプロトピックやコレクチムのように1回の使用量の制限はありません。だいたい3割負担の方で1本450円ぐらいのお薬です。3つの薬の共通点は塗り方です。塗り方は人差し指の先端から1つ目の関節まで出すとワンフィンガーチップユニットといって大人の手のひら2枚分塗れることに相当します。もっとわかりやすく言うと、ティッシュペーパーを上からふんわり落とした時にペタッと貼り付くぐらいが適量です。ステロイドに見られる副作用の皮膚萎縮や毛細血管の拡張が起こらないですし、ステロイドは部位によって薬の吸収率が異なるので、部位ごとに薬を変える必要がありますが、使い分けもしなくていいので便利です。あとはアトピー性皮膚炎の治療も目標は症状があってもわずかで日常生活の支障がなく薬物療法をあまり必要としない状態を維持することなので、症状がまた出てくるのを防ぐためにプロアクティブ療法をすることです。プロは英語で前もってという意味で、アクティブは英語で動くという意味です。つまり炎症を抑えるために前もってやるという治療法です。具体的にお話しすると、湿疹があるときはステロイドを多めに1日2回塗ります。で、湿疹がなくなっても、見た目的には良くなっていても、炎症の火種が消えたわけではないので、良い状態を保つために1日1回塗るとか、1日おきに塗るとか、徐々に減らしていって、今回お話しさせていただきましたプロトピック、コレクチム、モイゼルトなどのステロイド以外の塗り薬に切り替えていきます。そして最終的には保湿クリームのみでいい状態を保てるようにするのが目標です。プロトピックは2歳から15歳の方は 0.03%、16歳以上の方はどちらの軟膏も使用できますが、1回に塗る量の上限が決められていて、1回に使う量は1本までとなっています。1本460円ぐらいで、今回ご紹介した中では一番お安いです。コレクチム軟膏は 0.25% と 0.5% がありますが、
どちらも生後6ヶ月以上の方は使うことができます。プロトピックと同様に、1回の使用量は 5g までとなっていますが、1本700円ぐらいなので、この3本の中ではちょうど真ん中のお値段です。モイゼルト軟膏は 0.3% と 1% があり、2歳以上から使えますが、15歳以上の方は濃度の濃い 1% しか使えません。塗る量の制限はありませんが、1本1500円と高いお薬です。綺麗な肌を目指して、皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。ということで、今日はアトピー性皮膚炎のステロイド以外の塗り薬について、プロトピック軟膏、コレクチム軟膏、モイゼルト軟膏、この3つの薬の共通点について皆さんにお話をさせていただきました。いかがでしょうか？アトピー性皮膚炎のステロイド以外の塗り薬について詳しくなれましたでしょうか？このチャンネルでは綺麗な肌を目指す方へ皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決しています。今回の動画が少しでも役に立ったなという方はコメントや高評価ボタンを押していただけると今後の動画配信の励みになりますのでとても嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。